はい、おはようございます。トリニダゴトバゴ、言えねえ、言いづらい、本当に言いづらい。トリニダードトバゴ2日目、今日こそターポンを釣ります。昨日ね、惜しかったんですよ。もう船べりまで寄せて、でその点もろもろはね、また昨日の動画見てもらったらと思うんですけど、今日こそ撮ってみたいと思います。もう多分ケンさん出てたんじゃないかと思うんで、撮ってみようと思います。あれ、いない。あ、いた。おはようございます。寝ました？寝たね。ただ3時に起きちゃった。でもあの後速攻寝たから9時過ぎ。自分もですね、自分も3時4時ぐらいかな起きたの。まあ時差ボケしつつも、まあ睡眠時間はそれなり6時間ぐらい寝たから来てませんね。頑張りましょう。今日こそキャッチ。ちょっとケンさんに相談があって、これでちょっとジャストセッティングを出してもらえませんか？草刈り機がうるさい。どっちをメインに調整するんですか？どっちも大事なの。あ、ついてきた。カンパチが、ジャックがついてきた。ボール取りたかったから。あ、バラクーダもついてきた。ほら。バラクーダがいっぱいついてきた。とりあえず10ぐらいかな。昨日ガチスラの 100g とか投げしたらさすがに重かったんですけど、やっぱそれは重すぎ。100？ いや全然大丈夫だよ。これは5オンスまでいけるんで。じゃあ投げ方の問題ですね。あれ、なんで俺そんな飛ばなくて、あれって感じだったんですよ。あれもしかして話はどれぐらいだった？ 3センチとか5センチとか。短いね。まあ短いくても大丈夫だけど、ここからここまででフルパワー。おお、なるほど。前半フルパワー。前半フルパワーで、後半はもういやいや抜き止めた状態で 100g とかなったらなおさら、あ、止めていいのか。いや、なんかみんなこうビャンってやるじゃないですか、米朝の人。 100g でこんなんやったら手首がバカなんだなって思ったました。今日から一緒に乗るっつってた。はい。Good. Hi. Nice to meet you. My friend, Masa. マサ、ベト、よろしくお願いします。ベトだらけ。なんだ、イワシ？サッパみたいな。さあ、2日目スタート。俺昨日の初日の夕方、昨日の夕方のとこですよね。あ、でもなんかついてきた。置き去りみたいのがついてきました。ちょっとこいつは曲がり始めてんな、バランスが。目が飛び出したり、上手にバランス取んないと。すごい断崖絶壁、綺麗です。よし、食った。あー、外れた。いた。よし、また食った。あー、食え。乗れ。よし、乗った。おー、そんな大きなサイズじゃないけど、寄せてきたら70ぐらい。外れんなよ。80ぐらいありそうだ。これが外れんの？今も突っ込まれて外れましたね。でやっぱターポンでリーダーが傷んでくるなら刺さってないんかな。食った乗んない。よし、あー乗んない。よし、くそかけらんないよ。超面白い。でさいった。忘れた。噂通りのかかんなさだね。針数多い方がいいのかな。ブロイみたいなね、3本フックで絡め取るっていう作戦もあるけど、もうジャークが、ダーティングが有効。よし、よし、くっそー。また食ってる。冷や汗がいいんかな。
もうそれとも曲げっぱなしで勝手に刺さるのを待つ方がいいのか。めちゃくちゃいる。朝一最高。6頭で4バイト5バイトぐらい出てますね。でリーダーが結構やられてる。よしよし、ちょああくそよし来たよ。よしよしよし今度はずれない。やっぱ返しあれだけ深く刺さっててもそれはちょっと自分の今までの経験値に反するけど、ああえああ俺使ってたの多分あった。関係ない関係ない。多分そこまでも刺さってないですよ。多分返しまで行ってない。だから硬いんですよね全部。超面白いなこの釣り。はい、1時間ぐらいやったんですけど大ばらしぐらいしたかな。なかなか厳しくて、2人ガイドが言うんですけど言うことが逆で、ループノットがいいよとかループはダメだとか、あともらうルアーもうダメージ食らってワームがちぎれ出すと回んなければそれでも釣れるんですけど、こう行くと回っちゃうやつですね。それだとバイトが極端に減る感じですかね。自分がちょっと見えてた食わせ方では全然食わせらんなくなっちゃって、2つほど変えてもらったんだけどやっぱダメだっつって今新しいのにしてもらって、これ今引いたらまっすぐ動くんで、こいつで次の場所ねやってみたいと思います。ケンさんもうビールいってますね。1本目こういうね大西洋側なんで、大西洋の荒波を受けた断崖絶壁ですね。なんかバリとかねインドネシアとかあの辺で近いような植生、素人見た目ですけど日本とはちょっと違う感じの。やばー綺麗だ。いやーなんかポイントがね GT のポイントみたいです。潮目とか当て方入れ方釣り方はシーバスっぽいです。面白い。その2つ自分頑張ってきた釣りだったんでどっちにも似てて面白いですよね。食わせ方はゆるゆるダートみたいな感じだったり、ゆるゆるダートでステイしてドーンなんですよ。だからすごいシーバスっぽい。はい、これが一番うまいですよね。はいね。世界一もしやこれじゃないですか。多分ね。まあそうですね。うまいけど手が油だらけなのがネックなんですよ。水面出たり20メーター下で食ったりすごいですね。忙しい魚。ほらほらほらさ出たでかいでかい。届かせろ届かせろ。どっちだ？僕が上か？あ、すいません。同時射出しました。結構東京のシーバスぐらいいますね。遭遇率はかけられる。うわー後ろ上に行ってる。上によいしょ上食えあっちだでっかあそこにいる。ポッパーがいいかな。 1.5 メーターぐらいのがいますね。そう簡単には来ない。船がどんどん左に潮に乗って流されていくんで、魚が出てる位置は同じラインなんですよね。多分浅いところから深くなっていく駆け上がりの真上で水面出たり、さっき一回流し込んでたら下でも食ったんですけど、この辺はぐんぐん深くなっていくから海流に乗っけてねこう入れてって、でふわふわさせて、ほらほらそれやったよね。ちょっと残念なそこに上につけちゃうんですよね。でそこから流し始めるんで、確かに反応はすぐ出るんだけど、本当言うと日本のねそういう大型青物のねチャーター船みたいにその潮紙にねつけて流し込みたいですよね、キャストしながら。そうするとよりなんかいい反応を取れるんじゃないかなと思うんだけど、でつけちゃうんでだいたいボイルが出るのは後ろなんですよ。ちょっと残念だなって思いながら、でも豊富な漁営に支えられてそういう感じでも結構反応はね取れて
残念なぐらいバラしちゃってるから、ちょっとねリアリティ出したいんで、バラしもね隠さず全部乗っけてきますんで、下手くそとか言わないでください。前回6、7年前来た時は、バラしもあったけどかなり取れていってたので、なんかあんのかもしれない。ルアーも一緒だったんで、食わせ方の方はちょっとまだまだ DOA というねご当地ルアー使って、20バイトぐらい取ったんで大体分かってきましたけど、でジョルティでももう7、8バイト取ってますけど、フッキングしないのも一緒ですね。バレんのも一緒。負けてはないかなって感じで。はい、今1時過ぎたとこですね。あれから全然ダメになっちゃって、ライブベイトでね1本釣れたのと、あとナブラが1回立って、それでベトが1本かけたぐらい。ケンさんライブベイトやってて、かかったかなあ、かかってるかかってる。ケンさん餌釣りでライブベイトはやっぱ針が小さいからフッキングが良さそうですね。これもやってみようかな。ルアーと違ってね、ライブベイトは針が軽いんで、外れないの。だいぶ飛んでんだけど外れないんですよ。おお、いいファイト。でかい。やってる。ちょっと届かないんだよね。100メーターぐらい、120ぐらい、あと50メーターぐらい投げないと。魚探反応とか見てると、ターポンはちょっとしかいないわけじゃなくてたくさんいて、地形にねポン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 ってついてるんですよ、ベイトと一緒に。で何らかでどっかが上ずってバコバコやってたりして、でも一通りやると沈んで、そのよくある根に根があってベイトがいて、その前にいるっていう魚探の反応に戻りますね。上ずってる間に射程距離だとかなりの高確率でヒットパターンで、上ずってない時でも意外とそこにね DOA とかジョルティも何発かね取れてないけどファイトは取れました。かけましたね。で沈めてって、今んとこ平打ちダートが一番反応良くて、次がリフト&ホールで、肌巻きあんまり反応良くない、そんな2日目です。バーチカルのね平打ちダート忍者リぐらいしかないんだけど、忍者リの L サイズじゃターポンは取れないと思うんで、このフックでは。そうするとちょっと今ブルブルで投げるもんがないなっていう感じですね。アチスラ180がね唯一ありそうだけど、ちょっとね 100g を投げるタックルがない。 DOA つけてるフィッシュマンの6点だったらいけそうなんで、1本ね取ったらそっちに振っていきたいんだけどね。今回ターポンを釣り来たわけですが、やっぱ自分のね楽しさ、何がしたいんだってとこ結構もう明確で、もう究極は答えはもうブルーブルのルアーで作ったルアーでターポンを釣りたいんですよ。もうそこがゴールで、そこに近づくために、ご当地もうねガイドが絶対の信頼を得てる DOA っていうルアーを使って先にね取るっていうのは、パターンとかどういう感じで反応してくるのかとか、今回5日間で結果出さなきゃいけないんで、そこのね近道できるならそれもありかなと思ってます。ただちょっとライブベイトは近道なファイトの練習ぐらいになるかな。ケンさんはロッドのテストっていうねことでやってるようですけど、釣ってみたいなと思いつついろいろやりたい釣りをやってます。フルティも 30m ぐらい沈めてゆっくりスローロールさせて、たまにふわっと浮かして、結構バイトだけだな、10回以上。ちょっとクイックにキレのあるリフト入れると、こんな白ギス釣りみたいな釣りになると思わなかっただけど、白ギス釣りのあれにはラインが横で釣りだけど、よくわかんない釣り。3D で状況把握できない人だと何にもかけられない釣りですよね。重りが重いと釣れないじゃないですか、これ。30m 下を漂わせるみたいな。こういうのって東京湾で聞きますかね。ちょっとプラスチックでこういうパターンのなんか垂直平打ちだとやってみようかな。日本人だと自衛たくてやってくれなさそうな
じれったいから釣れんですよ、ルアーっていうの。それがね、偉い人には分からんのですよ。移動です。まさかのね、平ら場みたいな釣りになっております。水深40メーターの20メーターぐらいの反応をね、当てに行って、その平打ちバイブレーションを沈めて、まあ、20メーターなんで、極力ゆっくりがいいそうなんで、イメージは平ら場。ゴッゴッゴッって、手がオフセットなんで、何度も当たるんですよ。で、そのうちかかる時はかかる。かかんない時はかかんなくて、リーダーがザラザラになって帰ってくる。そういう治療してます。さあ、シュートもね、とても良さそうだって、ガイドの人が言うんで、言ってますけど、ちょっと、フックセッティングが合ってないですね、これじゃ。でかすぎ。いやー、今日はね、あと20分ぐらいなんで、まあ、このままダメそうですね。明日、朝6時出発っていうんで、まあやっぱ朝一だけすごい良かったから、朝一の時間もう1時間増やして、まあ潮も合うんでね、ますます。でその後は、日中は早上がりなのかな。明日の朝のラッシュタイムを取りたいですね、魚をね。取れるフック、取れるタックル、まあだいぶ見えてきたんで、今日も部屋でね、いろいろいじって、合わせて挑みます。あ、俺も早く帰りたい。Thank you。はい、2日目終わりです。乾杯。はい、お疲れ。乾杯。ああ、濃いわ。酔っ払いそう。いや、大変な2日目だったね。全バラし。